皆さん、こんにちは。ワインショーエイジです。今日ご紹介するワインは、スペインのリベラデル・ドゥエロ。ワイナリーはアールト。ワインは PS2009 年です。このワイン、アールトなんですけれども、このアールトというワイナリー、あまり日本では聞き馴染みがない、ワイナリーかと思います。ですが、このリベラデル・ドゥエロのトップワイナリーの一つとして、高く評価されているワイナリーです。実を言うと、日本では今、輸入元さんがいらっしゃらないんですね。それもあって、日本では知名度がないんですけれども、各ワイン評価誌では、軒並み高い評価を受けているリベラのトップのワインということで、ぜひ皆様にもしていただきたいということで、今回は動画を作成したいでございます。はい。まず、リベラデル・ドゥエロというこのワイン産地なんですけれども、場所はスペインの首都マドリードの北側に位置しています。サッカーチームでも有名なバジャドリードという町から、ドゥエロ川を少し東側に遡ったところにある、ワイン産地です。マドリードの近くということで非常に標高が高いワイン産地、かつ内陸部ということで非常に乾燥しているワイン産地です。そして夏は非常に暑いんですが夜がぐっと冷え込む、そんな、ワイン産地とそんな気候となっています。非常にエクストリームな環境なわけですね。はい、こういったところで、できる、ブドウ、特に、テンプラニーリョ。この辺りではティントフィノと呼ばれているブドウ品種から作られる、濃厚で力強い赤ワインというのが非常に有名なワイン産地です。スペインのリオハだったり、プリオラートと肩を並べる、プレミアム赤ワインの産地として知られています。でそんな、リベラデル・ドゥエロなんですけれども、そのプレミアムワインの産地として知られるきっかけになったのが、ベガシシリアという、ワイナリーですね。今でも、スペイン最高峰のワイナリーとして君臨しているわけですが、彼らができたのが1860年代なんですね。リベラデル・ドゥエロの本当にトップワイナリーとして、そしてスペインワインでも、最上ワインの一つとして、ずっと評価されてきたわけなんですけれども、実は彼らに追随できるワイナリーが他になかなか出てこなかったんですね。もうベガシシリア一強という状態でした。もうまさに巨人軍みたいな感じですかね。はい。一強なわけです。はい。さあ、そういうことでですね、ベガシシリアが、一強だったんですけれども、1982年に、リベラ・デル・ドゥエロが DO として認定されます。ただ、DO 認定されたんですけれども、なんとワイナリーが9つしかなかったという状態です。本当ベガシシリア以外なかったんですね。なかなか追随できなかったと。そんな中、80年代にですね、アレハンドロ・フェルナンデスというワインメーカーがペスケラというワインを出します。これが国際的評価を受けて、一躍世界からも注目されるワイン産地になりました。これを受けて、いろんなワイナリーがですね、リベラ・デル・デーロで、新しいワイン作りというのを始めていきます。そして現在では、300近い、ワイナリーがリベラ・デル・デーロにはあります。ただこういった、急成長したワイン産地というのは一つ問題がありまして、やはり玉石混合なわけですね。レベルが高いワインもあれば、そうでないワインも出てきてしまうということで、ワイナリーによる差が激しい、産地でもあります。そんな中でこのアールドというのは、じゃあどういったワイナリーかというと、今私がお話ししたそのベガシシリアという、本当にスペインでもトップクラスのワインを作るワイナリー、ここの醸造責任者を30年間務めていた方、マリアーノ・ガルシアさん。この方が立ち上げたワイナリーなんですね。ですから、リベラ・デル・デーロ、本当知り尽くした男。しかも、このマリアーノ・ガルシアさん、お父さんもおじいさんもそのベガシシリアでずっとワイン作りを続けてきたということで、本当にレジェンド家系の、方なんですね。今や、結構ご高齢ではあるんですけれども、未だにこのワイン作りというのを50年以上ですね、続けている、本当にレジェンドの一人でございます。はい。そんなマリアノ・ガルシアさん、幼い頃からベガシシリアに触れてきた、ワインメーカーですよね。すごく偉大な方。その方が2000年、99年にプロジェクトを始めて2000年に、このアールと立ち上げるわけなんですけども、なぜその高い名声を持ったベガシシリアを離れて、この自分のワイナリーを立ち上げたかというところで、あるインタビューで彼は語っているんですが、自分で畑を選んで、そして個性的なワインを作りたかったんだということをお話ししています。ベガシシリアというのはもう完成されたワインなんですね。
彼がそれを受け継いできて、それをブラッシュアップしてきて、どんどんレベル高いワインを作ってきたという歴史はあるんですけれども、やはりベガシシリアだということなんですね。なので、自分の力を試したい。自分の、作りたいワインを作る。そういった、新たな挑戦として始めたのがこのアールトというワイナリーです。で、このアールトというこの語源なんですけども、エンアルト。英語でオントップですね。つまり、一番上という意味を込めてこのワイナリーの名前を付けています。で、アルファベット順にワイナリーを並べると、アールト、最初に LTO ってなってるので、間違いなく、アルファベット順で一番最初にやってくるということで、もう本当にカタログの上でも一番トップに来るというところから、彼はですね、このアールトという名前を付けています。このアールトにはですね、2種類の赤ワインがあります。今回ご紹介するのはアールト PS という、上のクラスのワイン。そして、アールトというスタンダードクラスがあります。今ね、日本では販売をしていないワインになるんですけれども、もし仮に日本で販売するとしたら、おそらく PS が、1万円台後半ぐらいかな。そして、スタンダードの方は、1万円いかないぐらい、8000円あたりぐらいになるんじゃないかなと思います。先ほどのベガシシリアの、トップクラス、ウニコとかはですね、本当数万円する、非常にプレミアムなワインですので、それを作ってきた彼が作る、リベラのもう一つのトップワイナリーと考えると、かなり良心的な値段じゃないかなと思います。はい。今はね、日本ではちょっと手に入らないワインになっているんですけれども、いつか、日本で手に入れば嬉しいなと思います。はい。そして、アールトも、アールト PS も、先ほどお話ししたティントフィノ、つまりテンプラニーロというブドウ品種からできています。テンプラニーロからできてはいるんですが、リオハとかの、テンプラニーロとはかなりスタイルが異なってきます。それは産地の特徴でもありますし、クローンによってもかなりテンプラニールというのはスタイルが変わってくる、品種だと言われています。はい。そして、アールト、先ほどもですね、自ら畑を選ぶというマリアーノ・ガルシアさんの言葉があったんですけれども、やはり彼はですね、畑を見る目が素晴らしくて、今のリベラの300あるワイナリーの中でも本当に優れた畑を選んでいるワイナリーです。全部で9つの行政区域からですね、畑を選んでいて、全部で200の、区画がある。本当に、細かくですね、いろんな畑を持っているワイナリーです。その中でも特に厳選した、古い木、PS の場合はですね、40年から100年、100年以上の、樹齢のティントフィノを使っています。そんな厳選したブドウ、古木の、ブドウからですね、収穫をしてきて、そして、醸造、熟成の方では21ヶ月間オークダルで寝かせています。非常に濃厚でですね、力強いワインになっています。ということで、ちょっとテイスティングもね、していきたいと思います。はい。すごくね、濃い色なんですけれども、透明感のある色調ですね。でもかなり深い色調です。はい。香りからはですね、まず最初にインクとか、いわゆる鉛筆の芯のようなですね、グラファイトの香り、炭素ですね、グラファイトの香り、これがします。そして、これも10年熟成をしているので、やはり熟成香が出てきてますね。腐葉土であったりとか、少しシガーボックスと言われる、タバコと、少し木のニュアンス、あるいは、甘いニュアンスですね。プルーンだったり、乾燥した、ブラックベリーだったりとか、あるいはバニラ、ですね。トースト。そしてスパイスだとリコリスのようなですね、甘い、スパイスの香り。こういった香りが、しています。非常に複雑ですね。その甘い、どちらかというとちょっとポートに似たようなですね、甘やかさと、滑らかな、複雑さ。これに、熟成したニュアンスがですね、入り混じっているというような香りになっています。これは、すごい美味しいです。アルコール度数がね、15% あるんですよ。かなり高い。なので、香りも、ふわって広がるのは、このアルコールの高さというのもあるんですけれども、この 15% のアルコール度数を感じさせないぐらい、果実味とのバランス、馴染みが非常にいいですね。なので、すごく滑らか。果実の甘さと、そして、
滑らかなタンニンですね。非常に分厚いんですけども、滑らかになったこのタンニンとがよく馴染んでいて、非常に美味しいです。余韻もすごい長いです。もう口の中に果実の甘さと、その滑らかなタンニンのストラクチャー、これがわっと広がって、それがずーっと続いてるんですね。この10年熟成して初めて多分生まれるこの複雑さ、これが元々持ってるこの果実の力強さと、よく馴染んでいて本当に美味しいです。ただ、最近2019年ですね、2019年の PS が、現地では出ているんですが、スペインの中でも最高峰のワインショップと言われるバルセロナにあるビラビニテカというワインショップがあります。このビラビニテカがですね、先日インスタグラムの方でこの PS の2019年を、評価していました。10年以上の、熟成の価値がある、偉大なワインだというふうに評しています。しかも今飲んでも楽しめる本当に美味しいワインだというふうに評価をしています。なので、若いワインをですね、おそらく今後日本にも入ってくると思うんですけれども、若いうちからでも美味しく楽しめます。そして、こうやってですね、10年熟成した、PS というのも、楽しめるということで、非常にレベルが高い、ワインですね。ということで、今日は、スペイン、リベラデルドゥエロの、トップワイナリー、アールと、PS2009 年をご紹介しました。それではまた。